漫画関連のそうはならんやろなあいつは。タッチの数や志望展開。当時の担当は足立満と一緒にストーリー構想をしていた前任から絶対に殺せと言われていた。一方で編集部の上司からは和也は人気だから絶対に殺すなと言われていた。担当は原稿を受け取った後、編集部に人がいなくなる深夜に作業を行い考慮してやり直しが効かないよう一日姿をくらました。連載1話目は手抜き感が漂っており、読者からはこれ大丈夫かと思われていた。後に単行本のおまけで編集さんも新人だったためアシスタントが確保できず、新人漫画家足す新人編集足0人という状況で書き上げたことが判明。これでアニメ化まで行って2期でバズオープニング引き当てたのがとてつもない持ってる感。ファンが好み先生に結婚報告したら結婚式に跡部様が来た話。ウェディングボードになって届けられたらしい。なんだそれ最高じゃん。好み先生大好きになっちゃう。小池先生のクライングフリーマン。主人公の属する殺し屋組織の名前が香港に実在したガチモンマフィアと同名だった。どこかから知ったマフィア側から食事に誘われ気に入られる。こんなに良くしてもらって悪くは描けないとアウトローものから闇の世界に生きる白木人者に路線変更。結果として路線変更がハマり大ヒット作になる。手塚治虫の漫画の海賊版が海外で流通する。そのことを知った手塚、勝手に追加された部分のクオリティの低さに消えて書き直した部分を先方に送りつける。来月新連載と銘打って書いた予告編の時点でタイトルもどんな話にするのかも決まってなかったドラえもん。少年のもとに何かがやってくるといういつものテンプレート展開しか情報が予告編にない。第1話で当時の日本代表の選手の実名を出してこき下ろして炎上したのに、そこから日本代表とコラボまでになったブルーロック。ホンダ？そいつらワールドカップで優勝してなくない？ジャーカスでしょ。それから数年後、ブルーロックに本田圭佑参戦。ちなみに該当のセリフはアニメでは当然カットされてた。初対面の壇蜜にプロポーズされてなんやかんやって結婚。それを漫画にしたら作者史上最大のヒット作になった。裸一貫の筒井さん。マダンの一作画の佐々木城と出会った当日にルームシェアを決める。サンデーに皆川良二登場。丸棒から新連載って予告を打っちゃって、2週間後に締め切りが来ることを雑誌を見て本人が知るという。予告を打たれた時点ではタイトルも決まってなかったんじゃないかな。今度自分の新連載が始まることを雑誌の予告で知った皆川良二。そんなライブ感満載でできた話とは思えないほどにクオリティ高いってのがまた。学生時代に同人誌に寄稿した作品超人ロックが人気を博しプロデビュー。しかし忙殺され超人ロックから離れていたところ、一部のファンが聖ゆきを弾圧して超人ロックを守ろう会を発足。たまりかねた先生、超人ロックの新作を寄稿してこれでロックは今度こそ終わりだと思ったら、偉い人が超人ロックの大ファンだった少年キング氏が別の連載の話を釣り餌にして編集部に呼び寄せてロック執筆を迫る。結局それから数十年死ぬまで超人ロックを書き続けたとさ。日天のみこちゃんのパロディ同人誌を出したら、日天に呼び出されて怒られるかと思ったら正式に6代目みこちゃんを書くことになった服部翔太。ちなみに3代目日天のみこちゃんの作者である佐藤源が連載していた爆笑戦士 SD ガンダムに子供の頃イラストはがきを投稿して採用されたことがある。しかもその時のことを佐藤源も覚えてて、互いに3代目、6代目と呼び合う仲だとか。インパチ先生のパロディが目に留まって今日からシティハンターを連載することになった錦ソクラとか意外とこういう例あるよね。鋼の錬金術師最終話が掲載された号のガンダムが爆売れして品切れとなり読めない人間が続出したので次号にも最終話が掲載された。なお例外的な増ページ扱いなので当然値段は据え置き、そのために売れれば売れるほど赤字だったという。元々の掲載号に関しても通常の 1.5 倍吸って準備万端だったんだが、思った以上の人気だった。よくよく考えるとハガレンの最終回は読めるけど他の連載作品の前話を読めてない人がたくさんいたんだろうなって思う。5話で原作者が突然の降板。それ以降は作画担当がストーリーも考えることになってしまった味。別に喧嘩別れでもなく本当に突然だったらしい。そもそも原作者とは会ったことがなかった。信長のシェフも途中で原作者が降板して作画担当だった梶川先生が残りを書き切ったな。こちらは展開で揉めたとかなんとか。原作者は夏を武田編で勝頼に丸されて殺す予定だったのを梶川先生が書きたくないと言ったとか。原作者はタイムスリップ前の恋人とよりを戻させるつもりだったって聞いた。穴久保版ポケットモンスター。ゲームのコミカライズを依頼されたがキャラの名前とイラストだけ渡されて、どんなゲームかもよくわからないので自分でコロコロ本誌のポケモンの広告ページを見て書いた。赤塚賞を受賞した後ネームを編集に送ったのに反応がないという理由で。
なぜか担当に相談せずもう1回応募して2期連続赤塚賞を受賞した増田康介。担当からは電話でもう応募しないでねと怒られた。バイトとか他のことは全然うまくいかないのになぜか漫画のことだけうまくいく話ほんと好き。飛んで埼玉、本編は3話で打ち切りみかん。単行本は絶版。約30年後に当時生まれてなかった娘が SNS で紹介してバズり復刻した単行本が売れて実写映画化して大ヒットして続編まで作られ、そして埼玉のスーパーではそこら辺の草天丼が売られるようになった。これ作者都合の打ち切りだったよね。埼玉に住んでた時に書いたけど引っ越してからネタにすることに耐えられなくなってやめたとか。これが実写化して10年以上続く長期コンテンツになり松重豊の代表作になりテレ東とはいえ紅白の裏番組任されるようになって劇場版制作まで行くのがおかしい。あれ、松重さんちっす。キラ、私の平穏を脅かすものは自動で爆破して時を巻き戻す。バイツアダストは無敵の能力だ。隼人、どう倒せばいいんだ。読者、どう倒せばいいんだ。作者、どう倒せばいいんだ。ラスボスの能力の攻略法を作者本人も思いつかずに書いてた。これはもう昔の週刊連載じゃ当たり前の話で次の回の内容すら決めずにその場しのぎで書くのが普通だったという。忍たま乱太郎は魔界の浩二が娘との会話をきっかけに天子宗兵衛氏と NHK アニメのプロデューサーにアニメ化を提案。自ら企画書を作成し無名に近かった作品を30年以上続く長寿番組へと導いた。忍たまの主題歌のほとんどは魔界の先生が手掛けてて原作にもモチーフにした魔界の浩二先生が出てくるのも納得。推し声優に代表作作りたくて推しの好きなフィギュアスケートをテーマにした作品で漫画家デビュー。宣言通りアニメ化した際に主人公の担当を推しがオーディションで勝ち取る。バクマンだな。植木の法則の福地先生。1話読み切りを提出したら面白いから短期連載5話分書いてくれとお返事が来る。短期連載文を書いてる途中でやっぱ普通に連載でよろしくとなってそのまま本格デビュー。ヒット&アニメ化。ゴールデンカムイを執筆していたらヒグマの手をいただき、なぜか藤岡弘と食事対談することになったのだ先生。ゆで卵も筋肉マンが終わった後次は妖怪の漫画で行くからねといきなり編集から言われてそのまま何の準備期間も与えられないまま始まったのが幽霊小僧がやってきた。おかげで最初から3連続関東カラーというご利用しから始まったものの途中から妖怪がリングで戦う格闘技漫画という完全な2番煎じになって5巻で終わった。これは編集が悪いだろう。劇画ブームに押されたのと本人の迷走で手塚治虫の人気が落ちてきた時、チャンピオンの壁村編集長は最後に花を持たせようと短期連載を依頼。その漫画ブラックジャックは大人気となって長期連載化して手塚治虫もスランプを脱して人気漫画家に返り咲いた。手塚先生ならアメリカから電話で原稿を指示する話。すべての話の小回りが頭に入ってるからこそできる神業。北国新聞っていう石川県とその周辺県だけで発売される新聞に掲載されていた漫画恋となる。認知度が低く売り上げも伸びず単行本は3巻で打ち切りに。単行本未収録話が残る中熱心なファンがなんと作者と新聞社の許可を得て4巻を同人誌として制作。頒布。来るべき世界。出版社からそんな長い漫画は誰も読まないと言われ当初は1000ページあったが600ページ削って400ページにした。この話はそうはならんやろじゃなくて割と当たり前の話なんだよな。長いと長尺で単行本化や雑誌に不向きだから削らされるとかよくある話や。でも手塚治虫がやったというだけで逸話に消化されるのがまたすごいなと。漫画みたいなことって本当にあるんだなって。他にも漫画みたいなエピソードありましたら教えてください。漫画家さんのギアが上がった覚醒を感じた瞬間をまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。